を作るのはこちらのガマ口です。パプコーンフラワーを両面にあしらって作ってみました。ガマ口の口金です。こちらはセリアさんで購入したものになります。バーコードはこれになりますね。サイズは、8センチ80ミリのものになります。そして糸ですね、2色使います。使うのはすごく少量なので、1玉じゃなくてね、お家に余っている糸でやっていただいて大丈夫です。糸の太さは中細程度のものを使います。だいたいかぎ針が3から4号と書いてあるぐらいの太さのものでちょうどいいかなと思います。手縫い糸です。ガマ口の口金を縫い付けるときに使います。こちらはガマ口の固定ピンです。なくてもいいんですけれど、あると便利ですというものです。かぎ針は4号を使っていきます。まず指に2回糸を巻きつけて輪を作ります。輪の中から糸を引き出して鎖編み1目で立ち上がって細編みを8目編み入れていきます。8目編んだら糸を引いて輪を引き締めます。針を戻して最初の細編み、この目ですね、引き抜きますが、この時に糸を変えていきます。引き抜く時に白の糸で引き抜きます。次の段です。パプコーンを8目編んでいきますね。まず鎖編み3目です。同じところに長編みを4回編みます。そうしたら最初の立ち上がりの鎖3目のところですね。ここにこの糸を引き抜いて鎖編み1目です。これで1つパプコーンが編めました。鎖1、2と編みます。次の目ですね。長編みを5目編み入れます。1つ目の長編みの頭ですね。ここに針を入れてこのループを引き抜いて鎖1目です。これで長編み5目のパプコーンが1つ編めました。鎖編み1、2ですね。この後残り6つパプコーンを編んでいきます。パプコーンを8目編んだところです。編み終わりのところですね。鎖2目編んで終わるところですが、ここは立ち上がりの鎖3目のところに中長編みを編む形にします。そしてここでまた糸を最初の糸に持ち替えて引き抜きます。白の糸の方はカットしておきます。次からは細編みでぐるぐると円を編んでいきます。まず鎖1目で立ち上がって側にすくって細編み1、2と編みます。この部分には最後もう1目編んで合計3目にしますね。次の鎖側にすくって細編みを3目編みます。次の鎖を側にすくって細編みを3目です。
はい、ではこれで1周編んでいきます。ここまで編んできました。最初に細編み2目編んだところですね。ここにもう1目細編みを編んで、最初の細編みに引き抜きます。細編みを24目編みました。次の段は目を増やしながら細編みを編んでいきます。まず鎖1目で立ち上がって根元に細編み、もう一つここに細編みを編んで目を増やします。次は細編み1目、1、2、次の目は細編みを2目編み入れて目を増やします。次の目と次の目は細編みを1目ずつです。増し目、細編み2目、増し目、細編みを2目、この要領で1周編んでいきます。細編みを全部で32目編んできました。最初の細編みに引き抜きます。次の段を編んでいきます。鎖1目で立ち上がって根元に細編みをします。次の目も細編み1目、次の目も細編み1目、細編みを3目編んで次の目で目を増やします。次の目から細編みを3目、それぞれの目に1目ずつ編みますね。次の目で細編みを2目編んで目を増やします。細編み3目増し目、細編み3目増し目、これを1周編んでいきます。細編みを40目編んだところです。最初の細編みに引き抜きます。次の段です。まず鎖1目で立ち上がって根元に細編み、もう一度同じところに細編みをして目を増やします。この後は細編みを1、2、3、4目編みます。次の目は増し目です。同じところに細編みを2目編んで目を増やします。その後細編みを4目です。増し目、細編み4目、増し目、細編み4目、これで1周編んでいきます。細編みを48目編みました。最初の目に引き抜きます。鎖1目で立ち上がって根元に細編みをします。次の目に細編み、細編みを5目編んでから増し目します。細編みを5目編みます。次の目で増し目をします。細編み5目増し目、細編み5目増し目、これで1周編んでいきます。細編みを56目編んだところです。最初の目に引き抜きます。次の段です。鎖1目で立ち上がって根元に細編み、もう一度同じところに細編み、増し目ですね。その後は細編み6目です。次は増し目します。同じところに細編みを2目編みますね。その後は細編み6目です。増し目、細編み6目、増し目、細編み6目、
これで1周編んでいきます。細編み64目編めました。最初の目に引き抜きます。ここまで編んでくると、この丸のカーブが口金のカーブ、ここにだいたい合う感じになってきます。そしたら今度ここを往復で編むので、ここが編み終わりの位置ですね。ですのでこの部分、この辺りにマーカーをつけておきます。でマーカーを増やしました。まずここからですね、根元から6目のところにマーカーを入れました。マーカーの位置から1、2、2つ目にまたマーカーを入れてやります。今度こちら側ですね。こちら側から6目のところにマーカーが入っています。このマーカーから1、2、2つ目のところにもう一つマーカーを入れてやります。ではここからマーカーの手前まで細編みで5目編んでいきます。まず鎖1目で立ち上がって根元に細編みをします。はい、マーカーの手前まで細編み5目で編んできました。次はマーカーの位置からですね。ここから1、2、3目、ここは増し目をしていきます。増し目、増し目、増し目、合計6目編みました。では次のマーカーの手前まで1目に対して1目細編みを編んでいきます。はい、ではマーカーのところから3目分ですね。3目分を増し目で編んでいきます。増し目、増し目、増し目、ここは6目編みました。では次からマーカーのところまで細編みを5目ですね、編んでいきます。ここまで編んでこのような形になります。次は向きを変えて細編みで戻っていきます。鎖1目で立ち上がって向きを変えます。1目に対して1目ずつ細編みで編み進めていきます。ここまで編んできたらこれで編み終わりですので、糸を切って糸始末しておきます。糸始末したものがこちらになります。これで合わせてみるとこんな感じですね。では同じものをもう1枚編んでいきます。同じものを2枚編みました。ではこれを中表に合わせて、底の部分ですね、ここを引き抜き針していきます。では最初の目に針を刺して糸を引き出します。鎖1目で引き抜き編みをします。1目ずつ引き抜き編みで剥ぎ合わせていきます。引き抜き剥ぎでここまで編みました。では糸始末をしておきます。ではこれをひっくり返すとこんな風になります。
では口金に編み地を仮止めしていきます。この時に最初に紹介したこの固定ピンを使っていきます。こんな感じで、3、4箇所ずつですね、固定していきます。ピンがない場合は、例えばしつけ糸とかで何箇所か仮縫いをして固定してから本縫いをすればいいかなとも思います。両側を縫い付けて完成となります。中はこんな感じですね。